バブルンだよ。この前、アップルさんのゲームのサブスクサービス、アップルアーケードで、レトロケードっていう昔懐かしいアーケードゲームを iPhone や iPad で遊べるアプリがレゾリューション社から配信されたんだ。そこには僕のバブルボブルやスペースインベーダーが入っていてプレイできるよ。Apple Vision Pro っていうヘッドセットデバイスでも遊べてとってもいい感じにプレイできるらしいんだけど、今回 Apple さんにお借りして体験させてもらえることになったよ。じゃん、こちらすっごくかっこいい。すっきりしていて超最新の機械って感じだね。デジタルコンテンツを現実空間にシームレスに融合できるみたい。なんだか難しそうだけど、どういうこと？実際に見てみよう。全然入らない。でもこうなることは僕、ちゃんと予想してたんだ。ということで今日は僕の代わりに体験してくれる助っ人を呼ぶことにしたよ。おーい。はい、隊長の富山です。こんにちは、よろしくお願いします。富山さん、バブルンチャンネルでは久しぶりだね。富山さん実はスペースインベーダーがトップクラスにうまいということもあって、今日は富山さんにプレイしてもらいたいと思うよ。ちなみに富山さん、バブルボブルは得意？いや、もちろん遊んだことあるんだけど、手錠さんにはかなわないな。またご謙遜を。とにかくやってみて。早速富山さんにつけてもらったよ。どう？どんな感じ？おお、こんな風に見えるんですね。あ、バブルだ。バブルは現実ですよね。完全に今見てる空間が普通に見えてるだけで、でもここにメニューが映ってるって感じですね。空間に本当にメニューが浮かんでる感じですね。はい。操作がまだよくわかんないんですけど、いろんなアプリを試してみようと思います。はい。あ、レトロケードも入ってますね。はい。ちょっと今バブルボブルを始めてみますね。よ。お、ここに出た。バブルの横にバブルボブルの筐体があるのはちょっと修理ですね。これは本当にここにある。でも触れないんですよ、これが。でもこれはバブルから見えてないんですもんね。見えてない。僕だけしか見えてない。本当にここにあるの？じゃあちょっとやってみますね。よ。うっすらとバブルボブルの音楽が聞こえる。富山さん、始まってる？ゲームの BGM ですね。これレバーの音がね入ってるのが面白いよ、バブル。見たい。あ、バブルと筐体が一緒に。どう見えてるの？面白い。でもこれバブルが筐体の中にいるのに筐体の方が手前に表示されるんですね、これ。あれ？この音楽はゲームオーバー。やっぱちょっとね、デジョーさんみたいにうまくいかなくてね、ちょっと終わってしまいました。すいません。富山さん。次は富山さんが得意なスペースインベーダーをやってみて。お、出ました。これはここにバーチャルがあって、ここに本物がある。本物の筐体と比べてどう？すごいですね。裏の汚れっぷりもなんかすごいですね。そう、本物の裏が見えないのが惜しいですけど、同じ筐体が2台あるようにしか見えない。ここにあるんだね。ここに触れないけど。ここにあるの？ああ、重なってる。もうちょっと下がって。そんな素敵なスペースメーター筐体が2台目が出現しました。ちょっとやってみますね。よ。かすかにインベーダーの音はするけど。11。ああ、死んだ。富山さん以外には見えてない。不思議な感覚。ちょっと名古屋打ちを一応やってみますね。お願いします。この Apple Vision Pro 版のスペースインベーダーは UFO が赤いんですけど、これは日本版とは違う。そうなの？
ね、このレトロ系統はアメリカ向けに結構開発されてるんで、ああまた失敗したあれこれでいたっていうのかな。あ、いた。これ名古屋吉です。成功した？でもね UFO 全然打てない。名古屋中してるのに。なんか富山さんだけ遊んでてずるいただ邪魔されようがね、筐体の方が優勢で見える。邪魔にならないんですよ、見た目には。これでも邪魔になってないの？あ、失敗したすみません、名古屋打ち失敗してしまいました。申し訳ありません僕も邪魔してごめん。いやでも本当すごいですね。こっちのねスペースメの筐体も動いてればよかったんですけど、残念ながら今日は動いてなくて、レトロ系統版しか動いてないですけど、バブルにやってみる？あ、でも触れないのか僕も遊びたいこれを環境を USA にするとアメリカのゲームセンターの背景になるらしいよ。富山さん体験してみて。環境 USA。 あら黒くなる。おお、来た。すごい。これアメリカのゲームセンターの中にいるような感じになりましたね。あっちにカウンターがあって、あ、すごい。ドアの外にアメリカの風景が広がっている映画館がある。バブルボブルの筐体のところまで行きたいんですけど、ちょっとあっちにテーブルがあるんで行けないですねでパックマン、あんまり遠くには行けないようになってるんですね。はいはい。スペースインベーダーが2台あるギャラガとトラック&フィールド、あれなんだ、悪魔城ドラキュラ、そしてこれが見えないけど、これアステロイドか、はい、でブレイクアウト、フロッカー、センチピード、エアホッケーがありますね。誰かの自転車まである。そうですね、外の喧騒まで聞こえますね。これはそう手も突っ込めますからね。手は見えなくなっちゃうけど、で実際頭突っ込むとこの巨体が消えちゃうんであんまり見えない。この作り込みがすごいですよね。富山さんったら傍から見たら何をやってるのって思っちゃう。USA 環境だと頭を突っ込むと消えちゃってたけど、なしにするとこんな風に頭を突っ込んで中の構造まで見れるよ。スペースインベーダーはブラウン管モニターが下にあって、正面に見えているのは実はハーフミラーに映った映像と背景の月面の風景の絵が重なったものだったんだ。普通では見えない角度からも見れて面白いね。ちなみにApple Vision Pro だとこんな風にワークスペースを無限に広げて空間に表示することができちゃうんだ。SF 映画の世界みたいですごいよね。僕も欲しくなっちゃったけど、僕用のサイズが必要だな。富山さん、レトロ系度どうだった？いや本当にもう筐体が本当にそこにあるような感じで、触れはしないんだけど、そうですね、コントローラーでプレイできて、で動いてるスペースインベーダーは全く本物そっくりですし、バブルボールも本物そっくりでした。本当びっくりしました。これぜひ体験できる人には体験してほしい。素晴らしいレトロ系統おすすめです。はい。Apple Vision Pro で遊ぶレトロ系度の魅力伝わったかな？今ではなかなか体験できない筐体でのプレイ体験が家でできるってすごいよね。Apple アーケードでは対等からアルカノイド VS インベーダーやスペースインベーダーインフィニティジーンも配信中だよ。ぜひやってみてね。それじゃあまたね。パヨンパ